皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。視聴者の方からこんなリクエストが届きました。2045年まであと21年と2週間ちょっと。この間の私の一番の関心事は、日本と中国との戦争。この戦争が起きる可能性についての動画をリクエストしたい。うだつの上がらない、売れない作家さん、ありがとうございます。ということで、日本が中国と戦争状態に突入する可能性があるとすれば、どんなことかを考えていきます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。国際関係や紛争の原因は複雑であり、単一の要因に帰結することは稀です。ただし、戦争の可能性が高まる要因として、以下のような点が挙げられますが、これはあくまで一般的な例として、頭の片隅に入れておいてください。特定の事態に関しては正確な評価が難しいです。領土紛争。国境や領土に関する紛争が一因となることがあります。歴史的な対立や領土の所有権に関する問題が再燃し、対立は激化する可能性があります。経済的な対立。資源や貿易路の争奪、経済的な利害対立が戦争の原因となることがあります。これは国家間の経済的な緊張が軍事的な対立に発展することを指すことがあります。同盟関係の変化。国家同士の同盟関係が変化することが戦争の要因となり得ます。同盟国との対立が他の国との対立に発展することがあります。歴史的な対立や感情。過去の歴史的な対立や感情が現在の対立に影響を与えることがあります。歴史的な遺恨が再燃し、対立を悪化させることが考えられます。国内政治の不安定さ。一方の国が国内で政治的な混乱や不安定さを抱えている場合、外交政策や対外的な行動が予測しにくくなり、誤解や対立が生じやすくなります。これらの要因が複雑に絡み合うことで、戦争の可能性が高まるとされることがあります。今回の動画のケースとして、日本と中国という対立よりも、中国と台湾による軍事的衝突の飛び火と考えています。その場合、それが日本と中国との戦争につながるかどうかは予測が難しく、多くの要因が絡み合う可能性があります。ただし、あくまで可能性の一つとして、下記のような考慮事項をまとめておきます。日本の安全保障政策。日本は憲法上、戦争を放棄していますが、自衛隊を保有し、安全保障政策を進めています。台湾有事において、日本がどのような立場を取るか、またその際に安全保障政策がどのように発動されるかが鍵となります。日本とアメリカとの同盟関係。日本はアメリカとの同盟国であり、両国は共同防衛を規定する安全保障条約を結んでいます。台湾有事が発生した場合、アメリカがどのような立場を取るかが重要であり、これが日本の対応に影響を与える可能性があります。国際社会の反応。台湾有事が発生すれば、国際社会の反応も重要です。国際的な圧力や外交努力が戦争の拡大を抑制する要因となる可能性があります。経済的な影響。戦争が勃発すると、経済にも大きな影響が及びます。
日本と中国は経済的に密接に結びついており、戦争が経済に与える悪影響を考慮することが重要です。日本が中国との戦争状態になるかどうかは、具体的な事態の進展や各国の判断によるものであり、一概に予測することは難しいです。日本の戦争突入の可能性について、日本が台湾有事においてどのような行動をとるか、そしてアメリカがどのように対応するかは、具体的な状況や国際情勢に大きく依存します。ただし、一般的な考慮事項として以下の点が挙げられます。アメリカとの同盟関係。日本とアメリカは安全保障上の同盟を有しており、共同防衛を規定する安全保障条約が結ばれています。アメリカが台湾有事においてどのような立場を取るかが、日本の行動に大きな影響を与えるでしょう。アメリカの戦略的利害。アメリカは太平洋地域において安定を維持し、自国の戦略的な利害を守るために積極的に行動しています。台湾有事がアメリカの戦略に影響を与える可能性があり、それが日本と中国の関係にも波及することが考えられます。国際社会の反応。台湾有事が発生すると、国際社会全体の反応が非常に重要です。国際的な圧力や外交努力が戦争の拡大を抑制するために働くことが期待されます。経済的影響。戦争が勃発すれば経済への影響が懸念されます。アジア太平洋地域における経済的な相互依存関係が大きいため、戦争が経済に与える悪影響が国際的な要因となり得ます。状況次第では、アメリカが台湾有事において積極的に防衛線を張る可能性もあります。その際、日本がどのような立場を取り、アメリカとの協力関係がどのように進展するかが非常に重要です。ただし、国際政治や安全保障においては予測が難しく、具体的な事態によるものとなります。ここからは各国個別に対して見ていきます。日本とアメリカ。日本とアメリカの関係は戦後の枠組みから築かれてきた強固な同盟関係を特徴としています。第二次世界大戦後、アメリカは日本に対して経済的な復興支援を行い、その一環として1951年には日米安全保障条約が結ばれました。この同盟は冷戦時代を経て現在に至るまで続いており、安全保障、経済、文化など多岐にわたる分野での協力が進んでいます。安全保障面では、アメリカは日本を太平洋地域における安定の要と位置づけ、両国は共同で防衛力を強化しています。北朝鮮の核ミサイル開発や中国の軍拡に対する警戒感が共通しており、両国は綿密な情報共有や軍事演習を通じて協力しています。また、日本にはアメリカの軍事基地が存在し、その一環として在日米軍が配置されています。経済的な側面では、日本とアメリカは互いにとって重要な貿易相手です。相互の投資や貿易が盛んであり、多くの日本企業がアメリカで事業展開しています。自動車産業やテクノロジー分野などでの連携が特に顕著であり、相互に製品や技術を提供し合っています。文化的な交流も深く、教育や観光、芸術などでの交流が盛んです。アメリカの大学への留学生が多く、日本のアニメやポップカルチャーがアメリカで愛されています。また、両国は科学技術分野での協力も進めており、宇宙探査などのプロジェクトにも共同参加しています。ただし、一方で貿易摩擦や安全保障政策において微妙なバランスの調整が求められることもあります。アメリカの一方的な貿易圧力や
安全保障上の要求に対して、日本は独自の立場を慎重に守りつつ、同盟を重視しています。総じて、日本とアメリカは多岐にわたる分野での協力と信頼関係を築いており、地域や国際的な安定を維持するために連携しています。日本と中国。日本と中国は歴史的文化的に深いつながりを持ちつつも、複雑な関係が続いています。両国はアジア太平洋地域において経済的政治的に重要な存在であり、その関係は多面的かつ影響力の大きいものです。経済的には日本と中国は密接な貿易関係を築いています。相互の経済は補完的であり、莫大な貿易量が日中間を行き来しています。とりわけ、中国の急速な経済発展により、日本企業は中国市場に進出し、投資を行っています。一方で、貿易不均衡や一部の分野での競合も見られ、これが摩擦の原因となることもあります。一方で、歴史的政治的な問題が日中関係に影響を与えています。歴史的な対立や戦争の遺産、領土海洋権益をめぐる対立が存在し、これが双方の外交に影響を与えています。また、尖閣諸島などの領土問題も懸案事項となっており、時折緊張が高まることがあります。安全保障面では、中国の軍拡や領海での動きが日本を懸念させています。尖閣諸島をめぐる摩擦が続く中、自衛隊の警備活動が強化され、アメリカとの連携も強まっています。一方で、対話や外交努力を通じて緊張を緩和し、信頼関係を築く努力も続けられています。文化的な面では、日本と中国は古くからの交流があり、文学、芸術、哲学などで多くの影響を受け合っています。また、訪日中国人観光客の増加や教育交流も進んでおり、相互理解を深める一翼を担っています。総じて、日本と中国は経済的な相互依存度が高い一方で、歴史的政治的な問題により、時折緊張が生じる関係です。安定した関係を構築するためには、対話と協力が欠かせない要素であり、国際社会においても、双方の役割が重要です。アメリカと中国。アメリカと中国は、世界において、経済軍事政治の三大要素において、重要な役割を果たしている、二つの大国です。彼らの関係は協力と競争が入り混じり、国際社会の安定に大きな影響を与えています。経済的には、アメリカと中国は世界最大の経済大国として相互に絡み合っています。中国の急速な経済成長はアメリカとの貿易関係を深め、お互いにとって不可欠な経済的なパートナーとなりました。一方で、貿易不均衡や知的財産権の侵害などの問題が懸念され、これが貿易戦争などの摩擦を引き起こす原因となっています。軍事的には、アメリカと中国はアジア太平洋地域において影響力を争っています。中国の軍事力の増強や南シナ海での行動に対してアメリカは警戒感を募らせており、軍事的な緊張が存在します。同時に、核拡散防止や北朝鮮問題など共通の安全保障課題において協力する一面もあります。政治的にはイデオロギーや制度の違いなどからアメリカと中国の関係は複雑です。人権問題や民主主義の価値観の対立が見られる一方で、気候変動や世界的な危機においては共同作業が進むこともあります。特に国際機関での連携や安全保障理事会での立場など多岐にわたる問題で双方が影響を及ぼしています。技術やイノベーションにおいてもアメリカと中国は競争を繰り広げています。特に人工知能や通信技術などの分野での競争が激しく、これが国際的なテクノロジー争奪戦の一因となっています。環境問題や世界的な健康危機、
貧困削減など共通の課題においては協力する余地もあります。しかしながら、双方の国益やイデオロギーの違いが影響を与え、対話と協力の進展には様々な障害が存在します。総じて、アメリカと中国の関係は相互依存度が高い一方で、競争や対立も根強く存在します。これらの問題に柔軟かつ建設的に取り組むことが、国際社会の平和と安定の確保に不可欠です。中国と台湾。中国と台湾の関係は歴史的政治的に複雑で、台湾は中国の一部とされつつも、実効支配下にある独自の政府を持つ特殊な存在です。中国と台湾は歴史的な経緯から対立が続いています。国境内戦の結果、1949年に中華人民共和国が成立し、国境戦争で敗れた国民党政府は台湾に退避しました。以来、中国は台湾を一つの中国の一部と位置づけ、統一を目指していますが、台湾は自らの主権を主張し、現地で事実上独立した政府を維持しています。台湾の国家としての存在は国際的には複雑な問題となっており、多くの国が中国を承認している一方で、台湾を承認する国は限られています。台湾は非加盟国として国際連合に参加できないなど、国際的な孤立が続いています。中国は台湾に対して一国に制度の模範を提案していますが、台湾はこれを拒否しており、中国の脅威に対抗するために軍事力を強化しています。台湾海峡での軍事的な緊張が続き、時折、中国は台湾周辺で軍事演習を行い、台湾海峡を通過するアメリカ海軍の動きに対して敏感に反応しています。経済的には、中国と台湾は密接な経済関係を築いています。台湾企業は中国に多くの投資を行い、中国との貿易が盛んです。一方で、政治的対立により経済的なリスクも存在しており、台湾は経済的な依存度を下げる方針を模索しています。文化的な面では、歴史的に中国と台湾は共通の文化を持っていますが、政治的対立の影響で対話や交流が一部制約されています。ただし、個人や民間レベルでは文化交流が行われており、観光や教育の分野で交流が活発です。総じて、中国と台湾の関係は緊張が続く一方で、経済や文化の面では一定の交流が存在します。台湾は中国との対話や平和的解決を模索しつつ、国際社会での存在感を高めるために様々な努力を続けています。日本と台湾。日本と台湾は歴史的文化的なつながりを持ちながらも、国際的な政治的な複雑さに影響された独自の関係を築いています。歴史的に日本と台湾は近隣地域での交流があり、日本統治時代も経て、戦後には台湾が中国に返還されました。その後も日本と台湾の人々は交流を続け、観光や文化などの分野で深まりました。政治的には日本は台湾を正式に国家として承認していませんが、非常に緊密な経済的文化的なパートナーシップを築いています。両国は経済面での連携が深く、貿易や投資が盛んです。また、観光や教育の分野でも交流が活発で、多くの日本人観光客が台湾を訪れ、留学生交流も進んでいます。安全保障においては、台湾有事に日本がどのような立場を取るかは、憲法上の制約や国際的な状況に左右されます。ただし、日本と台湾は共通の価値観を持ち、民主主義や自由経済を重視しており、それが協力の基盤となっています。台湾は国際社会においても存在感を増しており、特に技術力やイノベーション分野での注目を集めています。日本と台湾は先進技術の分野で連携し、産業界や学術界での共同研究も進んでいます。しかし、
台湾は中国との対立も抱えています。中国は台湾を自国の一部と主張しており、台湾が独立を宣言すれば中国の強硬な反応が予想されます。このため、台湾は慎重な外交戦略を取りながら国際的な孤立を乗り越えようと努力しています。総じて、日本と台湾の関係は多層的かつ独自のものであり、経済的な協力から文化的な交流まで多岐にわたります。同時に、地政学的な状況や歴史的背景から来る複雑な要素も影響を与え、双方の外交努力が求められています。日本が中国と戦争状態となることを予測することは難しいですが、現状から想定される展開は以下の点が挙げられます。経済的な連携の進化。日本と台湾の経済的な連携は今後も深まるでしょう。両国は技術やイノベーション分野で連携し、相互に利益を享受する機会が増える可能性があります。また、台湾が新興技術分野でのリーダーシップを発揮する中、日本との協力が進むことが予想されます。政治的安全保障の慎重な対応。政治的な面では、日本は憲法上の制約や地政学的な状況を考慮しながら、台湾との安全保障協力を検討するでしょう。台湾有事が発生した場合、日本はアメリカとの同盟関係を重視しつつ、地域の平和と安定に向けて、慎重かつ戦略的に行動することが予測されます。国際社会での協力強化。台湾は国際社会での存在感を高めるために努力しています。日本は台湾の立場を理解し、国際舞台で台湾の参加を支持する可能性があります。ただし、これは台湾の国際的な孤立を乗り越えるためには多くの課題がある中での取り組みとなるでしょう。中国とのバランスの取り方。日本は中国との経済的なつながりが深い一方で、台湾との協力を進める中で中国との関係にも慎重なバランスを求めることになります。安全保障や外交政策において、中国との対話と対抗の両面を模索することが考えられます。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく、希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。